こんにちは、レイウッドです。今回の動画ですね、WPL ジャパンの動画になります。こちらの C34 専用メタルリンケージセット、こちらの紹介と組み立ての説明をさせていただきます。もうその名の通りなんですけれども、C34 の足回りのリンケージですね。これを一式メタルロッドに置き換えることができるカスタムパーツです。これが C34 ですよね。これの、この足回りの、この棒あるじゃないですか。こう、サスをつないでる、前に4本。で、後ろも同様に4本。ここに1、2、3、4ですね。これをメタルの、シャフトに交換できるというカスタムパーツになります。で、これを使うメリットとしては、メタル化されますので、もちろん強度が上がって足回りががっちりするっていうのがありますので、特に激しめのアクロですね。そういったようなところを攻めるようなことが多い方とか、あとは、2スピードミッションを搭載して走行スピードが上がっているような車体を使われている方ですね。そういった方にはおすすめかなと思います。あともう一点メリットとしては、このセットを使うと、2パターンですね。2パターンの構成を選ぶことができるようになってまして、一つは普通にノーマルのリンクロッド。先ほどお見せした合計で8本ですね。この8本をそのまま全部、ここですよね。これを全部置き換えるような形で、メタルリンケージにできるっていうのが一つ目ですね。で、もう一つは、フロント側のやり方が、もう一パターンあるんですけれども、それはですね、リンクを4本全部交換するんじゃなくて、3本ですね。3本にして、少なくなった1本を代わりに、実写でいうところの、ラジコンでもそうやって言うと思うんですけど、ラテラルロッドにして、指示するというやり方ができるようになってます。で、なんでですね、そういうもう一パターンあるかっていうと、もうこれがちょっと実は分かりやすいようにもう組んだやつで、お見せしようかなと思って組んだやつなんですけど、これスペシャルトルクギアボックスがついてますよね。で、これモーターがサイズが大きくなるのと、あと横に寄るんですよ。それによって、ここ今1本もう取ってありますけど、ここがちょこっとなんですけど干渉しちゃうんですね。で、実際走行に大きな影響が出るほどの干渉ではないんですけど、やっぱりそのロッドエンドがモーターにちょっと当たっちゃうんで、精神衛生上というか、あんまり気持ちのいいものではないと思うんですね。で、それを、そんなに気にしない方は、そのまま通常通り4本のリンクで繋いだ状態でもいいと思うんですけど、それちょっと回避したいなという場合に、ここですね、ちょっとすいません、見えづらいかもしれないですけど、これステアリング用のリンケージじゃないですか、まず。これが。このステアリング切った時に動くリンケージ。で、その影にちょっと見えづらいかもしれないんですけど、もう一本ありません。これがラテラルロッドですね。で、ここ一本、今これもないですけど、ここに本当はもう一本あるのが、取ってある。ない状態。そうすると、これが横に揺れちゃうんですね。で、その横に揺れるのを、もうここに斜めに入れちゃって、こう、横にずれないようにかっちりさせるっていうような、この取り回しなんですけど、これが2パターン目として選べるという感じになってます。なので、今回のこの C34 専用メタルリンケージセット、これ購入されて C34 につけるよという時に、もしスペシャルトルクギアボックス、これを合わせて、取り付けられているような方は、そのまま4本で繋いでも、ちょっと干渉するのが気にならないよとか、あと、ロッドエンドを少し削ってあげると、干渉をなんとか回避することもできるので、それでやっていただいてもいいですし、それを思いっきりもう回避しちゃいたいなという場合は、この1本これを取っちゃってですね、なくしちゃって、その代わりにここにラテラルロッドを、かませるという方法もあるっていうので、知っておいていただければと思います。で、そのやり方もですね、この後、組み立ての説明を一通りしますけど、その中で前半は、普通に全部8本、フロントだけで言うと4本ですね。4本を普通に入れ替えるだけのを先に説明させていただいて、その後にちょこっとですね、この、1本なくして代わりにラテラルロッドを入れる方法はこういう方法ですよっていうのも紹介させていただきます。で、ちょっとそこだけ見たいよっていう方は一応概要欄に時間で飛べるリンクを貼っておくので、そこから飛んでいただければと思います。であと、これメタルリンケージにすることによって、メリットの方が、全然多いんですけれども、一応若干ですね、若干デメリットもあって、
元々の樹脂製のリンクロッドっていうのは粘性があるので、ノーマル、これですね。粘性っていうのは、こう、しなる。こうちょっとしなるんですよね。ちょっとどころじゃないか。かなり樹脂の棒なんで、実際これ、はまってるとそんなにしならないですけど、単品の状態でこう、力を加えたらぐにゅっと、しなって曲がりますよね。で、その分、衝撃に対する逃げがあるんですが、それがですね、このメタルにすることによってなくなりますので、アクスルトラスのこうショックの付け根の部分ですね。アクスルトラスっていうのは、これですね、ここの、こうちょっと台形になってる、このパーツですね。このパーツのショックの付け根っていうのは、ここですね。ここが、例えばですね、もうメタル化をだいぶ進めていて、もう車体が重くなってますと。で、さらに、2スピードミッション乗せて、ローとハイ切り替えられるようになる中で、ハイの方ですね。で、走らせると結構なスピードが出るようになりますので、その状態どこか、大きい石とか段差とかにガーンとかぶつかったりとか、あとは結構高いところをこう、なんか登らせていて、こう、踏み外して落ちた。で、なんか打ちどころが悪かったとかっていう時に、このアクスルトラスのショックの付け根が結構折れちゃうんですよ。で、それは、これが樹脂の状態だと結構逃げがあるんで、そんなに折れないんですけど、ここがメタルになると、その逃げがなくなった分ですね、比較的折れやすくなるっていうのがある。これが、デメリットかなと。なので、できればですけど、このリンケージですね、メタルにするときは、このアクスルトラスも合わせてメタル系のパーツに取り替えられるっていうのをお勧めします。はい。では、まず、メリットとデメリットある程度ご紹介させていただいたんですが、続いて、組み立てですね。組み立ての方をしていきたいと思います。まあ、組み立てはそんなに難しくないですね。これ開けていただくと、もう、これが、シャフトが8本と、このロッドエンドですね。このロッドエンドが18個か。18個入ってます。で、もう一つの袋の方には、先ほどご紹介した、ラテラルロッド用のシャフトとロッドエンドが一応別で入ってます。ただ、これですね、サイズ一緒です。組むときに長さを4ミリぐらいかな。4ミリぐらい変えるだけで、実際物は一緒なんで、混ざっちゃっても大丈夫は大丈夫です。で、一旦これは避けときますね。で、あとこれもラテラルロッドをつけるときに必要なボールになるんですけど、これも、後半で紹介させていただくんで、一旦避けときます。じゃあまず最初に、普通の組み方ですね。8本全部、このノーマルの車体の、この樹脂のリンクロッドですね。これを、8本全部単純に置き換えるっていうところからご紹介させていただきます。じゃあまず先にこれ全部組んじゃいましょうか。まずこれですね。もう大体わかると思うんですけど、このロッドエンドをロッドにねじ込んで取り付けていきます。で、長さなんですけど、これ全部同じ長さで、ここの端から端まで、ここの長さを60ミリです。6センチ。ちょうど6センチで、調節してください。なので、もしノギスがある方は、ノギスをですね、あらかじめ6センチにして止めておいて、でここにこう合わせながらですね、調節していただくといいんじゃないかなと思います。もしノギスないよっていう方は全然定規とかでこう慎重にこう当てがいながらですね、長さを測っていただくっていうのもそんなに問題はないと思います。あと長さを測る時のポイントなんですけど、このロッドエンドがですね、見えますかね、ここちょっとランナーから切り外したようなこうゲートの残りがあるんですよ。このなんかポチっていうのがこれですね。これがあることでちょっと正確に測りづらくなっちゃうので、もしちょっとこう薄刃のニッパーとかお持ちだったらそれで切るだけでもいいと思いますし、あとはこうカッターでピッと取り除いてあげてもいいと思いますし、でもうちょっと慎重にやりたいなっていう方はこうニッパーとかカッターである程度落とした後にちょっとこう、まあ本当にちょっとでいいと思うんですけど、こう削ってあげる。これで
ここが非常に滑らかな状態で正確に測れる状態になりますので、そういうやり方も、いいんじゃないかなと。まあ、どこまで丁寧にやるかっていうのは人それぞれあると思いますので、一応今のようなやり方の中でできる範囲でやっていただければと思います。で、これをどんどん締めていくと、だんだん短くなってきますよね。で、さらにこれ、すごく丁寧に几帳面にやられる方は、ここをペンチで挟んで、ここの山ですね。残りのネジの山。これの長さも結構均一にされる方もいるかなと思うんですけど、僕はあんまり気にしないんで、結構締めていくと、片方がきつくなってくると片方がよく回るようになるんで、それである程度合うかなっていうので、そんなに気にせず今回はやっちゃいます。はい、これでこう合わせてみると、これ、ちょっとやりすぎましたね。もちろんその場合は、ちょっと戻してあげると、こう長くなっていきますので、それで、これで、今、こう、ノギスを使ってる場合は、これで、ここをやっと、ちょっと抵抗が、ここからですね、ここに当てて、これをこう動かす。こう動かそうとしたときに、途中で一瞬抵抗があるんですよ。抵抗があって、で、通る。まあ、これぐらいを基準にしていくといいんじゃないかなと。なんとか通るって感じですね。で、これで1本完成です。で、ちょっと大変なんですけど、これをもう単純に8本作ってください。っていう感じです。こう、どんどんねじって、短くして、で、ここで当てがう前に、ここですね、バリというか、ちょっと切り離した後の残りがあるんで、これを取り除いて、丁寧にやる場合は、ちょっとペーパーでこすってあげる。もちろん金属ヤスリでもいいですけど。で、ここ通してみて、これまだきついですね。で、ギリギリ通るぐらい。ちょっと抵抗が一瞬あるぐらいですね。これで長さが、揃っていきますので、これでどんどん組んでいくと。じゃちょっとこれ全部やると長くなっちゃうんで飛ばしちゃいますね。はい、これで8本ですね。全部やりました。今、組み立てながらこの動画見られてる方ですね。お疲れ様です。結構大変ですよね、8本。これが全部6センチで、調整して出来上がったんですけど、あとはこれをですね、純正のノーマルのロッドと置き換えていくだけですね。ちょっとそれも実際やってみますね。はい。では今回ですね、これが、塗装だけはしてあるんですけど、シャーシの方ですね。シャーシの方はドノーマルの状態の C34 なんで、これでやっていきたいと思います。で、ボディの外し方はもう他の動画でも何度も出てきているので大丈夫かなとは思うんですが、一応、もうネジ、ネジすいません、もうない、外してあるな。一応外すネジはですね、3箇所ですね。ここと、ここと、あと、ここですね。すいません。ちょっとこれ、なんか、つけてなかったです。多分塗装してガポッとはめて、そのままネジつけてなかっただけだと思うんですけど、ちょっとネジないんですけど、ここの3箇所ですね。外していただいて、で、ここの爪ですね。この後ろのところに4箇所爪があるんで、ここと、あとここですね。ここと、ここ。これを開いてあげると外れますので、多分これ LED も外れっぱなしな気がする。そうです。で、本当はこれ外した時に、ここにLED が、ライトの LED の配線がこう来ちゃってるんで、ここも引けばポコッと外れますので、この LED ですね、外してあげて、でもそれだけで意外と簡単に C34 のボディ外せますので、で、こっちか、シャーシですね。これシャーシだけの状態にして、で、多分ボディつけたままでも頑張ればいけそうな気はするんですけど、確実にボディ外した方が作業はやりやすいと思います。で、今、ボディ外したんですけど、あとは
タイヤもですね、外した方がやりやすいです。ちょっとタイヤ外していきますね。はい、この状態ですね。この状態にして、じゃあ、比較的簡単なリアの方からいきましょうか。リアはですね、まずここ外しましょうか。ここの、ショックの付け根ですね。この下のエンドの方。ここを、こう、2ミリの六角で外せますので、2ミリの六角で、こう外して、で反対側も外して、で、あとは、こっち側の4つ、ここ外していきましょうか。ここは、慣れてると結構外せるんですけど、こんな感じで、まあ、外しやすいところからこう外していって、でここも、一応こちら側に力をうまく入れれば外れるんで、こんな感じでですね、外していって、で、ここに今ですね、2連のピロボールが残ってる状態だと思うんで、これも外していきます。そうすると、まだここに残りますよね。で、ここは使いたいんで、これも外していきます。ちょっと、簡単に外れる場合と力が結構いる場合があると思うんですけど、まあ、これちょっと外れにくかったら、こう、下に押し付けるようにしながら、こうやってやると外れるんで、これで、これとりあえず外せましたね。で、あとは、ここに2本残ってると思うんですよ。これも交換したいんで、ここも変えていきましょう。で、ここは、こんな感じで、こっち全然ペンチとかで掴んでやればいいんで、一応、ボックスがある場合は、5.5 ですね。5.5 のボックスで、で、こっちは普通にプラスドライバーで回していけば取れます。で、ここですね。このビス、長いのが入ってるんで、これを抜いて、そうすると、ここが外れると。で、ここもさっきと一緒ですね。ここも使いたいんで、こんな感じで押し付ければ外せますので、これですね。これ外してください。これで、リアですね。全部で4本あったと思うんですけど、これ外すことができました。で、これですね。メタルリンケージ。この4本に置き換えていけばいいという感じになります。で、この時にですね、ちょっと、まあ、やってもやらなくてもいいんですけど、おすすめの、ちょっと、チューニングというか、調整というか、これを、新品のロッドエンド、これに、このピロボールを入れた時に、ちょっと動きが、ほとんどの場合ですね、渋いんですよ。こう、全然落ちてこないっていうか。で、これを少し緩めておいてあげると、動きがスムーズになるので、それをやっておきたいと思います。やり方なんですけど、これペンチですね。ペンチで、ちょっと握るんですよ。ギュッ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 って。そうすると、明らかに、こうちょっとスルスル動くようになると思うんで、これを、ちょっと面倒なんですけど、一箇所一箇所全部やっといてあげると、結構足の動きがですね、変わります。できれば、先がこう、ちょっとソフトタイプみたいなペンチが理想なんですけど、まあ、なければ、ちょっとここに後残っちゃいますけど、別に普通のペンチでも大丈夫です。で、これを、もう一個やりますね。うん、これ結構硬いですね。ここの動きが硬いんですよ。これを、こんな感じで、ちょっとペンチで、まあまあの強い力でギュッ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 ってやるんですね。そうすると、ここが、結構スカスカに動くようになるんで、なかなかスルスルにならない場合は、ちょっと向きを変えたりしながら、こんな感じで、ギュッ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 って、で、中のボールもちょっと向き変えたりしながら、ギュッギュッギュッって、何度か繰り返してると、すごいスムーズになってくるんで、ただ、
あまりにも強い力で何回もやりすぎると逆にスカスカになりすぎて、ここは簡単にポコって外れちゃうようになるんで、ちょっとやりすぎは注意してください。で、正直、ある程度の抵抗があっても、このギュッて握っておけば、だいぶスムーズになるんですね。スムーズになるけど、まだちょっと抵抗あるんですよ。ただ、これは正直走ってる間に、だんだんガタも出てくるんで、それを見込んで、最初ちょっときつめでもいいかなぐらいで僕はやってます。走ってるうちに結構これ、スカスカになってくるんで、ちょっと今まだ自重で落ちないですけど、ここつまんで、本当は、競技用のレーシングカーみたいなやつだと、これ自重でスコンって、ここ今、このボールの部分だけ掴んで、落ちないじゃないですか。これ本当は、競技目線みたいなレベルで言うと、あんまり良くないんですね。これがスコンと落ちた方がいいんですけど、まあ、そういう車でもないんで、ある程度緩くなってればいいんじゃないかなという感じです。はい、じゃあこれまた戻していきますね。もう戻すだけなんで、ここですよね。ここにこう入れて、で、このボールを2個目、ここ入れて、で、ネジを入れて、ナットを戻すと。で、ナットがないと。どこ行っちゃったすいません。ナット、ここにはまってました。ここにありました。で、ここもあんまり締めすぎは良くないですけど、そんなに緩む場所でもないですけどね。ある程度グッと締めて、で、ここに2本ですね。あ、そうそう。これが、本当は、これ、そのまま、その位置のままにいますよね、これあんまり良くはないんですけど、本当はこれがスコッと落ちた方がいいんですけど、まあ、気になる方は追い込んでやってください。ここをギュッギュッっていうの。あんまりやりすぎてもなっていうのはあるんで、まあ、新品、これ今ちょっと落ちるようになりましたね。理想は、こんな感じ。落ちない。どの位置にあっても、これが、今なんか落ちるとこと落ちないとこがあるんですけど、これが、ちょっと待ってくださいね。一箇所だけやってみようかな。こんな感じ。これを、さっきみたいにいろんな角度でグリグリ、握ってると、緩んでくるんで、ちょっと今ある程度、こっちはいけたんですけど、ある程度両方スコスコにしようと思ったんですけど、ちょっとこっちがまだ自重で落ちないですね。微妙な感じですね。ただまあ、こっちを持って、こっちは自重で動くぐらいにはなったんで、この車両の場合、この遊び方の場合ですね、だったら、そんなに問題ないレベルかなと思いますので、これで進めていきたいと思います。じゃあ次に、これいきましょうか。この2連になってるピロボール。これの内側ですね。内側の方にこれを入れます。外側がショックですよね。ショックを取り付ける場所になるんで、内側にこのロッドエンドをはめて、これも同じですね。あんまり自重で落ちてこないんで、これをちょっとつまんで、ギュッと握って、ある程度ですね。ある程度、緩く、理想はこんな感じです。自重で落ちる。このように調節していきます。はい。じゃあ、これもですね、ここに戻していきます。ここですね。2ミリの六角で戻して、で、ここも注意が必要なところで、あんまり強く締め込むと、特にこのアクスルトラス、これを樹脂製使ってる場合は、締め込みすぎると、ここが変形して最悪割れちゃうんで、目で見るとわかると思うんですけど、このピロボールのネジが切ってあるところが、だんだん入っていって、最後終点終わりますよね。終わるところで、ちょうどぐらいのところで止めとくっていうようにしてください。これ結構グッていくとパキッていっちゃうんで、そこだけご注意ください。はい、じゃあ反対側もつけていきます。はい、これで4本ですね、全部ついたと思いますので、ここから車体に取り付けていきます。
で、ちょっとこれパズルみたいになっちゃってますけど、よくわからなかったら、フロントを参考にすれば、場所はわかると思いますので、ちょっとよくわかんない場合は、フロントを参考にしながら、一応、この、ホーシング側の外側が車体の下ですね。で、この内側から行ってるやつ、この内側、ここから始まってるやつ。これが車体の上側になります。で、これを取り付けつつ、プロペラシャフトですね。これを、こう、収めておきます。で、それぞれの場所をこうパチパチパチと入れていくだけですね。これで戻りました。で、この時にですね、一旦、これ調整が必要ですね。この時に、まずちょっと、直接、このリンケージとは関係ないところなんですけど、このショック、これがですね、出荷時に、ここのネジ、多分組み立て担当の方がいろんな方いると思うんで多分あんまり慣れてない方が組んだんでしょうね。こういう、これすごいいい例なんですけど、こういう時があるんですよ。これ全然硬くないですかこれ。もう、プラプラしてないんですよ。これプラプラしてない場合は、ここのショックを止めてる、ここ、見づらいですね。これで見えますかね。ここを、ちょっと緩めてあげてください。で、一回きつく入っちゃってるやつって、ちょっと緩めただけでは治んないことが多いんで、これ。ちょっと、こう、揺らしてあげると、ここがだんだん緩くなってくるんで。だいぶ緩くなってきましたね。これ結構ひどいな。これ、ちょうど良かったかもしれない。ちょうど紹介できたんで、このことを。これ、あんまりひどい場合は、一回外しちゃってください。で、ここを、こう揺らすと外れるんで、一回外します。で、結構ここの付け根の、ここですね。ここが、こう開いちゃってる。こうネジを強く締め込みすぎたことによって、開いちゃってる場合があるんで、その場合は、これでちょっと丁寧にですね、もう一回絞って、こう一周回す感じです。こう、軽くですよ。軽くキュッ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 って締めながら、こう一周する感じです。そうすると、こう、開いちゃ、こう、ラッパみたいに開いちゃってたところが、こう戻せるんで、ちょっと戻してあげてください。強くやると割れちゃうんで、優しくですよ。優しく、こう、キュッ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 と、一周っていうか、まあ何周かするような感じで、こう、絞ってあげると、こうラッパのように開いたところが戻るんで、で、戻った状態になると、ここは、スルッと、スコッと入るんですよ。で、そんなような状態にしてから、もう一回、このネジをですね、戻してあげます。この戻すときに、強く締め込まずに、軽くです。軽めで戻すと、このショックがですね、さっきこっちまだその状態ですね。こっちきつかった方は、こう斜めのまま止まってるじゃないですか。これが、こうちゃんと自重で、こんな感じで、こう、緩い状態。で、左右の肩もちょっとあった方がいいんですよね、ここ。サスがこう動くのに合わせて、少し、こう、ガタがあった方がいいんで、この状態にしてあげると、非常にスムーズに動くようになります。こっちもちょっと同じ状態なんでやっていきますね。これ本当はちょっと別動画でやろうと思ってたんですけど、ちょっと別動画の方でちゃんとやりますけど、今ちょうどこれもその状態だったんで、ちょっと紹介しちゃってます。
こう外して、一回外して、ちょっと軽くですね、こうキュッ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 と。開いちゃってたのを戻すと。はい。これですいません。ちょっと話を戻すことができるんですけど、このショックですね。ショックちょっと避けといて、この状態で、このショックを、ここにまだつける前ですね。つける前に、この、ホーシング。これが、こう、ある程度、いろんな角度でこう動かしたときに、自重で、こんな感じで、もう、ブラーンと下に落ちてくる。で、これが、どこかきついところが多いと、こうしたときに落ちないんですよ。落ちない場合は、何度かいろんな、この、リンケージのエンドの部分ですね。さっきやったみたいに、ペンチかなんかで、こう、ギュッギュッギュッと、押さえるっていうのを何度か繰り返しているうちに、そのうちにこれがこう、どんな角度でもスムーズに落ちてくるようになるので、それをできればですね、やっていただくと、よりスムーズに足が動くようになるんで、よかったらやってみてください。はい、じゃあこの状態で、ショックですね。最後にショックを取り付けます。で、この時に、ここですね、全部で4箇所あると思うんですけど、ボールにパチッとはめてある場所、1、2、3、4とありますよね。ここが、たまにずれちゃってることがあるんで、これがしっかり球にはまってなくて、例えばこれが内側にバチって入っちゃってたりとか、これが、こう、すっぽ抜けてこっちに行っちゃってたりとか、っていうことがよくあるので、これをちゃんと球に収めてる状態ですね。この状態ですね。一個一個全部球に乗ってる状態というか、球をしっかり、このロッドエンドが、こう、掴んでる状態ですね。になってるかっていうのを確認してください。はい。これで、まずリアですね。リアの組み付けができましたと。で、続いてフロントなんですけど、フロントは基本的には一緒です。基本的には一緒なんですが、このステアリングのリンケージですね。これ、斜めのこの棒、これがあるじゃないですか。これがあると、こう、方針を外した時にうまく外せないんで、ここは先に外しておきましょう。どっちでもいいですけど、こっちでもいいですし、こっちでもいいんですけど、今回はこっち外しておきますね。で、あとは基本的には、リアの時と一緒なんで、ちょっとどんどんやっちゃいますね。ちょっとリアの時と比べて、このフロントの方がちょっとアクセス、いろんな場所ですね、しづらかったりするんで、やりづらいところはあると思うんです。基本的には一緒ですね。これちょっと今、こっち、組み立ててる途中だったんですけど、やはりというか、ちょっとリアが、ショックの付け根、ここ、硬かったじゃないですか。フロントも硬いですね。だいぶ。フロントは、正直ちょっと面倒なんですけど、フロントも硬いっていうのを発見しちゃったんで、ちょっとフロントもやります。さっきみたいに、ゆるく調整します。その場合は、当然ですね、ちょっとアクセスするのが大変なんですけど、ここ外さなきゃいけないと。ここ外して、で、基板ですね。基板も外して、ここにネジがあるじゃないですか。ここに。だからサーボも外さなきゃいけないんですよ。これがメインの動画じゃないんであんまり詳しくやらないですけど、ちょっと他で、すいません。ちょうど同じタイミングぐらいなんで、どっちが先に上がってるかわかんないですけど、この動画が上がってる時点で、もしかしたらもうあるかもしれないんで、ここの調整の仕方ですね。一応もし、この動画が上がってる時点で、その動画も公開されてるようだったら、概要欄にリンク、貼っておきますので、もしリンクがあれば、ちょっと確認していただいて、もしリンクがあれば、そっちから良ければですね、それはそれで見ていただければと思います。ちょっとサラサラってやっちゃうんですけど、サーボ外して、
で、バンパーもですね、バンパーも外して、バンパーっていうかもうこのデッキ、ここを外さないといけないんで、で、ここですね、ここのネジも外して、そうするとここがガバッと外れますので、この状態ですね。この状態で、ここを、多分これも相当きつく締めちゃってある様子なんで、これ緩めるだけではダメか。あ、緩めるだけでもいけましたね。でも一応やっていきますか。これを、もうしっかり外しちゃって、さっきのリアンの時と一緒ですね。で、もう一回押さえめときます。はい、OK ですね。じゃあまた戻していきます。はい、ちょっと遠回りになっちゃったんですけど、せっかくだったんで、ここですね。ここを、こう、スムーズに動くように今、調整して、ちょっと脇道にそれてたんですけど、元に戻ってきたという状態ですね。で、ちょっと続いて、まだ途中だったんで、ここもですね、あとはさっきのリアと一緒なんで、このあたりまだ、この2本はもう変えてあるんですけど、ここですね、がまだなんで、ここも変えていきたいと思います。はい、というわけで、手順はもうリアと一緒だったんで、ちょっと動画の方は飛ばしちゃったんですけど、フロントもですね、こんな感じで全部4本入れ替えることができました。で、もちろんここ一旦外してたんですけど、ここのサーボのリンケージですね。ここも、もう一度取り付けて、これで元通りになったと。これで、通常のというか、パターン1の方ですね。前後合計で8本のこのリンケージ、これを全部そのまま置き換えたっていう状態になります。やっぱり付け替えるとかっちりしますね。こういろんなところがしっかり仕事してるなって感じになります。はい。で、一旦これがもうパターン1の方で完成。もちろんここからボディを戻して、元通り、タイヤも取り付けて元通りにして完成という感じになるんですけれども、もう一個のパターンの方ですね。ラテラルロッド。ここに、これを1本外して、ラテラルロッドを取り付けるパターンもご紹介させていただきます。で、そこで使うのが、これですね。最初に避けておいた方。これを使うんですが、一応もうこのシャフト自体は長さが一緒なんで、こう基本的にやることも一緒なんですけど、こっちはですね、最初全部6センチで合わせたと思うんですけど、こっちは56ミリという長さに合わせます。4ミリ短くなるんですけど、変わることとしてはもう単純にねじ込む量が変わるだけなんで、これどんどんねじ込んでいって、さっきよりもさらに4ミリ深くねじ込むっていう感じですね。かなり一番奥までって感じになるんですけど、これやりすぎると、確か他の動画でもお伝えしたことあると思うんですけど、このリンケージのシャフトがこうねじ込みすぎると、ここ押しちゃうんですよ、この。で、ちょっと歪んじゃうんですね。ここからちょっとボコッと出てきちゃって。で、そこまで行くと、もちろん良くないんですけど、そのギリギリ手前ぐらいまでねじ込むような感じなんで、まあ、その、しっかりですね、このノギスなり、定規で測るでもいいですけど、56ミリっていうのをしっかり測りながら、やりすぎないようにだけ注意してください。結構ギリギリまで行くんで、これ多分まだ全然だと思うんですけど、そうですね。こんな感じで、56ミリをめがけて、ねじ込みすぎないようにっていうのだけ注意しながら、進めていきます。で、もちろんこれも、最初のリンクを作った時と一緒で、この横っちょのちょっとランナーから切り離した時に残ってるポチっていうやつですね。それは切り飛ばしてから長さを測っていきます。はい。かなりきつく締め込んできた状態にはなるんですけど、これで56ミリですね。ぴったりになりました。で、これを1本作っていただいて、でですね、ちょっとさっき作ったこれでやっちゃうんですけど、これをですね、こう見たときに、右側の奥の1本、これを取り除いてください。あ、完成品あるんで、これ見た方がいいですね。これが、ここ1本ないですよね。こう比べてみると。ここに、これ1本ありますけど、こっちはないですよね。これを取り除いていきます。で、基本的に、最初にもお話ししたんですけど、これをやるのは、基本的に、この、スペシャルトルクシングルギア。このギアボックス。これですね。これをつけてるときに、このモーターが寄っちゃって、ここちょっと干渉しちゃうんで、
そのためにやるっていうのがあるので、基本的にはこのギアボックスですね。これを使ってるときに、やってもいいし、やらなくてもいいしっていう感じになります。じゃあ、ここですね。外していきます。このアクセルトラス側のこのシャフトを外すんで、このネジですね。このネジをこう外して、片側だけ外せばいいんで、こっちは外さなくていいんで、で、これでまた戻す。で、この戻すときに、このボールですね。このボールのパーツを、これも人それぞれ考え方だったり、好みというか、やり方、それぞれでいいと思うんですけど、アクセルトラスが樹脂製の場合は、できればこれ残した方が、僕はいいと思います。なぜかというと、このアクセルトラス樹脂製の場合、当然強度がそんなにないので、ネジを締め込んでいった時に歪んじゃうんですよ。で、これが間にかましてあると、それが歪まなくなるので、金属製の時は別に入れなくても全然大丈夫だと思うんですけど、樹脂製のアクセルトラスを使っている場合は、リンケージだけは、これですね。このリンケージだけは取り除くんですけど、このボールはまた戻してあげておいた方がいいんじゃないかなと僕は思います。その方がアクセルトラスが変に歪むことがないので、で、これをここに戻してあげて、で、また元に戻すっていう感じですね。でこの締め込みの時にボールが戻してあるので、かましてあるので、こうアクセルトラスが歪んでしまうことがないという感じになります。で、あとは、ちょっとすいません、見えづらいんですけど、これを取り除いた、こっち側の、これですね。これは、残しておいても問題はないんですけど、一応外しておきます。このボールがもう必要ないんで。はい、これですね。これ外しておきます。はい。で、今度は、これ今1本外したことによって、これが、こう、もう横にこう、歪んじゃうんですよね、これが。こんな感じで。で、これを押さえるために、ラテラルロッドをつけると。で、その取り付け方なんですけど、これちょっとまた面倒なんですけど、このアクセルトラスの、こう、上からこの部分ですね。ここにボールを取り付けたいんで、ちょっとこれを一回外します。で、外し方も、アクセスさえできればいいので、どういう外し方でもいいんですけど、一応今回は、この、ショックの根元の、ここですね。ここを外します。こう外して、両側ですね。こっちも、ここを外して、あと一応ここも外しておきます。このサーボから来てるリンケージ。これを外して、っていう風にすると、これがガバッと、こっちを向けることができるようになると思うので、で、この、付属していた2つのピロボールですね。さっき外したこれも一緒なんで、これ別にそのまま流用してもいいんですけど、一応今回はこの、付属していた方の2つ、これを使っていきます。これは 2mm の六角なんで、これでここにですね、このアクセルトラスのここ、多分これ C34 ユーザーで結構バラしたりしたことある方、これ何に使うんだろうっていう、このこの台座みたいなところがあったと思うんですけど、実はこのためにあるんですよね。で、これちょっときついんですけど、最初ネジ山がないので、ネジ山をこうタップしながら、ネジ山を作りながらねじ込まなきゃいけないんで、それちょっとねじ込みづらいんですけど、ここをどんどんねじっていくと入っていくんで、これで、これもあまり締め込みすぎるとパキッと割れちゃうことがあるんで、特に樹脂製のアクセルトラスの場合ですね。そこは注意しながら、程よいところで止めておくようにしてください。で、あとは、こっち、このリンクを取り付けるために、このロッドを取り付けるために、こっちはもうこれでパチッとはめれますよね。で、こっち側にも必要になるんですよ。なので、
実はここにも、こうピロボールを取り付ける穴があるんですね、ここに。ここに、これをねじ込んでいきます。で、正直こちら側がですね、ちょっとネジ穴が小さいんですよ。ちょっと入れづらいんですけど、ちょっとこっちも頑張ってこうねじっていくと入っていくんで、で、工作とかこういうの慣れてて得意な方は、正直下穴、もともと開いてる穴ですね、をちょっと広げといてもいいと思います、これ。ほんの少し。その方が入りやすくて、あと樹脂がちょっと歪まなくて済むと思うんで。はい。で、結構これ大変なんですけど、ずっとねじってるとそのうち入ってくんで、で、入ってきましたと。もともとがきついんで、ちょっと樹脂が白化します。ちょっと白くなりますけど、まあ、割れたことはないんで、大丈夫だと思いますけど、ちょっときついんですよね、ここが。で、ここもあまり締め込みすぎると、ここがパキッと割れちゃう可能性があるんで、そこは注意しながら程よいところまでで止めておくようにしてください。そんなに緩むような場所じゃないんで、そんなに頑張って締め込む必要はないと思います。で、こんな感じでピロボール2箇所ですね、取り付けることができましたので、ここと、さっき取り付けたここと、今取り付けたここですね。これを、さっき作った 56mm のこのロッド、これでつなげます。こんな感じでつなげて、で、プロペラシャフトを戻しつつ、ここですね、さっき外したここを元に戻していきます。はい。あとは、これですね。サーボのロッド。ステアリングロッドを元に戻します。はい。これで、さっき、これが左右にずれちゃってたんですけど、ラテラルロッドが入ったんで、これですね、こう、ちゃんとサスがかっちり、動くようになったと。この1本外してるんですけど、代わりにこっちで指示する。こっちですね。こっちで指示するようになったんで、ちゃんと動くようになったんじゃないかなと思います。はい。で、今回は、ちょっとこのドノーマルベースでやったんで、ギアボックスそのままですけど、これで、実際は、こんな感じですよね。こう、モーターがここにあるやつをこう避けれるようになったっていう感じになります。まあ、これは、人それぞれ、考え方とか、好みがあると思いますので、こっちのパターンで、このスペシャルトルクギアボックス、これを使っている方で、このやり方を選択される方は、このやり方も試してみていただくといいかなと思います。はい。ではですね、今回こちらの C34 専用メタルリンケージセット、これの組み立ての解説ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。